こんにちは、もずくです。今回の動画は 6×6 で使えるジャンル別ブルーレイアートです。この YouTube 活動を5年ぐらいやってますけど、みんな青色が好きなイメージがあるんで、今までこのシリーズピンクとオレンジとやってきましたけど、いつもよりも刺さる人が多いんじゃないかなと思ってます。私ももちろん青好きなんですけど、今回も可愛く作ったので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速作っていきます。どうぞ。では作っていくんですけど、今回は4部屋ともお店とかそういうのではなくて住居にしようかなと思います。で、1部屋目のテーマなんですけど、1部屋目は一人暮らしがテーマで、オレンジレイアウトの時もそうだったんですけど、今も事務系の家具とか昔の家電というかレトロな家電にハマっているので、そういうジャンルの家具も取り入れて作っていこうかなと思います。では壁床を決めていきます。メインの壁は青いタイルの壁にして、床はあんまり使ったことはなかったんですけど、せっかくなら使ってみようと思ってグレーのアーガイルタイルの床を使います。で、エントランスは窓枠に合わせて白いタイル、窓は今回はなしにして、明かりは白い明かりで真ん中ら辺にしておきます。では間取りを決めていきます。一人暮らしがテーマなんで、キッチン、ご飯を食べるところ、ベッド、作業テーブルなんかも作ろうかなと思ってるんですけど、その作業テーブルを壁に埋め込まれているというか、ちょっと凹凸のある作りにしたいなと思うので、奥の壁の前に仕切り壁を2枚置いて、仕切り壁の後ろの半マス分空いているところはシンプルな柱で埋めていきます。で、ここに作業机をはめ込もうかなと思うんですけど、せっかくなら窓際で作業ができた方がいいかなと思うので、まずアクセントウォールでマイデザインのモールディングを貼って、真ん中の列にブラインドのマイデザインにしたチッコールステッカーを貼っておきます。はい、これで窓が作れました。なのでこの前に事務机を置いて、さらに椅子も事務椅子を使います。オレンジの部屋の時はそこまで事務系を取り入れなかった気がするんですけど、今回のこのお部屋はいっぱい取り入れていこうかなと思います。で、このテーブルの上は作業机なんでパソコンを置きたいなと思うんですけど、現実でアンティークショップに行った時に Mac のいつぐらい昔かわからないですけど、多分結構昔のすごい分厚いパソコンが置いてあったんですよ。それ見てめっちゃ可愛いって思ったんで、今回はそれに見立ててビデオ付きテレビを置いておきます。本当はこれにキーボードが手前についてたんですけど、でもこれぐらい本当分厚かったです。すっごい可愛かった。最近のなんか家電って全部スタイリッシュなイメージあるじゃないですか。薄ければ薄いほどいいみたいな。私どっちかっていうと分厚い方が可愛いなと思うし、なんかこの形にする必要あったみたいな形の家電が昔って多いじゃないですか。そういう形とかポテってした感じが結構好きなので、現代でもそういうデザインの家電が出てくれたらいいなーなんて思ってます。で、ついでにこのテレビではなくパソコンの横にマイデザインをつけた雑誌の束を置いておきます。はい、これで壁にはめ込まれている作業スペースが完成しました。では手前をどんどん埋めていきます。まずこの仕切り壁なんですけど、仕切り壁は家具を飾れないので、なるべく壁が寂しく感じないようにシンプルな柱を4つ使って大きい柱を作って、なるべく壁の面積を減らします。で、反対側も同じように置いておきます。で、この大きな柱の横は作業スペースが近いので、ファイルとか書類が入ってそうに見えるプラスチック衣装ケースを置いて、その上にファクシミリを置いておきます。めったに使ったことなかったんですけど、これも最近あんま見かけないじゃないですか。なんか改めて見た時に電話とセットになったこの作りがめっちゃ可愛いなと思って使ってみました。で、次は左側の柱の前を埋めていくんですけど、ここはベッドスペースにしようかなと思います。まずベッドを置く前に事務系家具のロッカーと
ベッドの後ろになる場所に学校のロッカーを裏向きに置いて棚として使います。で、さらにその横に縦置きカラーボックスを置いておきます。で、今回のベッドなんですけど、ずっと使ってみたかったクールなリメイクのパッチワークなベッドを置いておきます。見てもらってわかる通り、壁も四角だし、ベッドも四角だし、床も四角だし全部四角のデザインでまとめてみました。正直壁床の組み合わせだけ見るとなんかあんま合ってないんじゃないかなって思ったかもしれないんですけど、ここまでやっちゃうと逆に統一感があるように感じるんじゃないかなと思います。で、次は先に小物を置いちゃいます。まずベッドの後ろにオープンリールデッキを置いて、その横に書類の山、さらにその横にプロ仕様ヘッドホンで、その下にヘッドホンから垂れ下がってたりスマホの充電器が絡まってそうに見える絡まったコードを置いておきます。はい、こんな感じになりました。どうですか？皆さんも事務系の家具好きになりませんか？やっぱ私集まり始めた当初と一緒ですけど、武骨な家具が好きなんだなって、そこは変わらないんだなって今回のレイアウトで改めて思いました。では残りの部分も作っていきます。次はキッチンを作ろうかなと思うので、まずこの大きな柱の横にフレンチドア冷蔵庫を置きます。なんか普通の冷蔵庫よりも家電っていう感じがするのと、他の家具とディティールとかも揃ってるような気がするので、フレンチドア冷蔵庫を使いました。で、この右側の壁沿いにキッチン家具をさらに置いていくんですけど、まず一旦柱の前にオフィスキャビネットを置いて、これはエスプレッソマシンを置く台として使います。で、その横にキッチンを置くんですけど、今回は厨房の食洗機を使います。なんかね、意外とキッチンに見えませんか？左がシンクで右がコンロで、上のなんかレバーついてる四角い物体、これがレンジフードに見えなくもないかなと思って使ってみました。コンロの上にお皿置いちゃってるんですけど、一人暮らしのキッチンってめっちゃ狭いじゃないですか。だから洗い物した食器を置くところがないんで、コンロの上に置いているみたいな感じで使ってみました。で、この食洗機キッチンの横なんですけど、海外のキッチンとかってたまに洗濯機とセットになってたりするじゃないですか。あれめっちゃ可愛いなと思ってて、今回はそのイメージでドラム式洗濯機を置いておきます。で、洗濯機の上はタオルに見立てた服の山を置いておきます。はい、ここまでで壁沿いは全て埋め終わりました。なんですけど、ちょっとこの辺が物足りないなっていう気がするのと、まだご飯を食べるスペースを作れていないので、ここはご飯を食べるスペースにしようかなと思います。一人暮らしなんで、テーブルは小さめのガーデンテーブルと、椅子はベッドに合わせてパッチワークなチェアを使います。で、ここで1個ポイントなんですけど、なんかちょっと壁にきちっと家具が並べられてるのもあって遊びがないというかな気がするので、このパッチワークなチェアをテーブルから半マスずらしておきます。そうするだけでレイアウトに動きが出たかなと思います。で、このテーブルの上は食器を置いておきます。はい、これで床に置く家具は置き終わりました。次は壁を埋めていきます。最初に窓なしにしたと思うんですけど、今回は正面に見えているブラインドを左右の壁に貼りたいなと思ったので、窓はなしにしました。なのでこのロッカーの位置に合わせて窓を作ります。で、左側と同じ位置に右側の壁にも窓を作ります。あえて正面の窓と高さをずらして、また壁でも動きを出してみました。で、あとは窓の上にエアコンと、キッチン側の窓の上にブレーカー、正面の窓の上にウォールクロック、入り口側の壁にはセントラルヒーティングとスイッチを飾っておきます。で、最後は部屋の真ん中にシーリングファンを配置したら、これで1部屋目は完成です。マイブームの事務系家具とレトロ家電を取り入れたワンルームの出来上がり。
壁床家具の柄の組み合わせと見立てキッチンがポイントです。次は2部屋目を作っていきます。2部屋目のテーマはナチュラルかわいいです。多分こういうジャンルを動画で作るのは初めてだと思うんですけど、一応カピバラ生配信とかではそういうお題の子とかが出てきたりするのでちょこちょこ作ってはいたんですけど、やっぱ生配信だと他のことをしながら考えながらっていうのは難しいんで、今回初めて本気で考えるナチュラルかわいいレイアウトをしてみようかと思います。では壁床を決めていくんですけど、メインの壁が全く私っぽくない青い草花模様の壁で、床は青いペイントフローリングを使います。でエントランスは窓枠に合わせて白いタイル、明かりは白い明かりで少し暗めにしておきます。はい、もうこの時点で全然私っぽくはないんですけど、可愛く作っていこうと思います。次は間取りを決めていくんですけど、今回はキッチンがメインなお部屋にしようかなと思います。なのでデカデカとキッチンを作るために L 字のキッチンを作ります。まず部屋の角にシンプルな柱で大きな柱を作って、その横にカントリーなカップボードを2つ、さらにその横に木製の物置を置きます。で柱の前はカントリーなクローゼット、その横にカントリーなキッチンを置いておきます。はい、ということで今回はカントリーシリーズを使って可愛くしていこうかなと思うんですけど、珍しく一つのシリーズをたくさん使って作っていくことになるかなと思います。でこのキッチンの真ん中にクロス付きラウンドテーブルを置いて、その下にレースのラグを敷きます。でここがご飯を食べるところになるので、いつも合わせて置いておきます。でテーブルの真上にはミルクガラスランプを設置するんですけど、テーブルが白光りしすぎるので明かりは消して使います。はい、ということで一旦こんな感じになりました。5年間で一番プリティな部屋になっているかと思うんですけど、どうでしょうか。では他の部分も埋めていきます。とりあえずキッチンはこの範囲でいいかなと思うので、他のスペースを作っていきます。キッチンがメインなので他のお部屋につながって見えるように、まず柱を並べて、その間にシンプルな仕切りカウンターで階段を作ります。で階段の先にドアの前デザインのチッコールステッカーを貼っておきます。でさらにこの階段も可愛くしたいなと思うので、広げた資料にマイデザインを貼って可愛い玄関マットに見立てます。紙のイメージとは程遠いマイデザインを貼ると布っぽい生地に見えるかなと思います。ぜひ使ってみてください。ここに柱を置いたので、キッチンの横にも柱を置いて、キッチンの空間とその他の空間が分かれているように見せます。でこの柱の横もドアを設置して、また他の部屋につながっているように見せます。で次は残りの右側のスペースを埋めていくんですけど、ここは何スペースっていうよりかはキッチンを目立たせたいので、このお部屋に馴染む家具を置いてキッチン以外に目がいかないようにします。はい、ということでだいたい家具を置き終わりました。では次は小物を置いていきます。まずテーブルの上なんですけど、こういうナチュラルテイストのお部屋ってあえて生活感を見せた方がこのお部屋に住んでそうな人物が想像できる気がするので、カッティングボードとテーブルセッティング、あさみちゃんからもらえるパターンを貼ったマグカップを置いておきます。でさらにキッチンの上にオーガニックパンとクローゼットの上にスイーツボックスで、ディレクターズチェアの間にモロッコブフを置いて、その上にラターのタオルバスケットを置いておきます。はい、するとどうでしょうか。なんとなくどんな人がここに住んでいるか想像できるようになったかなと思います。ではもうちょっと小物を置いていきます。まず右側のスペースに白色が欲しいなと思ったので木箱を置いて、で空いたところに陶器のジャグとクマのチビちゃんを置いておきます。で
ドアの前にも何かあった方が家具の配置のバランスがいいかなと思うので、つまげた袋を置いて、その上にディスプレイボトルも置いておきます。で、あとはフリルソックスとかぎ針編みソックス、またさらにフリルソックスを落っことして、おっちょこちょいな一面も表しておきます。はい、これで床に置く家具は置き終わりました。次は壁を埋めていきます。まずカップボードの上にボトルのウォールシェルフを置いて調味料を増やします。で、あとは額入りポスターに窓の前デザインを貼って棚を作ります。で、次なんですけど、大好きな壁一周回しをやります。はい、こんな感じになりました。最近は物量多めにハマっているので、とことん壁にも飾ってみました。で、あとは左のドアの上にまためちゃ珍しくドライフラワーのガーランドを飾って、反対側にも飾っておきます。で、ローボードの上は豪華な額縁を飾っておきます。で、最後に入り口側の壁なんですけど、ここはドアの上以外カーテンの前デザインを貼って、入り口をカーテンで閉じられるように見せておきます。で、最後にこの空いたところにドライフラワーのガーランドを飾ったら、これで2部屋目は完成です。本気で挑戦したナチュラルかわいい配色や色のバランスが私らしさ出たかったと思い本気で挑戦したナチュラルかわいい配置や色のバランスが私らしさ出たかったかなと思います。これを機に他の配色でも作ってみたくなりました。かわいいは正義。次は3部屋目を作っていきます。テーマは海外のヴィンテージマンションのキッチン&ダイニングルームです。映画とかが出てくるレトロな海外の部屋が好きで、その雰囲気を作ってみたいなと思ってそのテーマにしました。あつ森でも宝具の壁とかボタニカルタイルの壁が好きなのも多分そこから来てるんだろうなって思ってます。で、今回使う壁なんですけど、海外のヴィンテージマンションなので青い小花柄の壁紙を使って、床はモロッカンなアートタイルの床を使います。なんか海外のキッチンの床ってこういう可愛らしいイメージがあるので、初めてこの床を使ってみました。で、アクセントウォールに夜景の壁を使ってマンションっぽくしておきます。ちょっと今のままだと高層階すぎる気がするのと、街並みも都会すぎるんですけど、これは後でなじませようかなと思います。で、夜景の壁なので暗くするために窓はなし、エントランスは床に合わせてタイルのエントランスにしておきます。で、ライトは白いライトで真ん中ら辺にしておきます。では間取りを決めていこうかなと思うんですけど、その前にさっきも言ったように、この目の前の壁が都会すぎるのと高層階すぎるので、チックオールステッカーを使ってなじませていきます。まず一番上と一番下にモーグリングのマイデザインを貼って、間は窓のマイデザイン、そしてその左右はブラインドのマイデザインを貼るんですけど、ちょっとブラインドの部分を一マスだけにしたいので、大理石の柱を並べて左右の一マス分だけ隠します。はい、そうすると高層階っぽさも都会っぽさも少し減って、このブラインドのマイデザインが窓の扉っぽく見えるかなと思います。はい、これで窓はなじませられたので、間取りを決めていきます。今回はダイニングスペースを窓際に作って手前側をキッチンにしようかなと思うので、柱をさらに追加して、この柱と柱の間にボックスソファーをはめていきます。で、このお部屋にキッチンとダイニングスペースの2つのお部屋があるように見せたいなと思ったので、さらに柱の前に仕切り壁を追加します。で、その仕切り壁の間にテーブルも置いておきます。
で次にキッチンなんですけど、キッチンは海外っぽく大きなキッチンにしようかなと思うので、システムキッチンを2つ真ん中に置きます。でそれぞれキッチンの後ろは大理石の柱で埋めます。でまたさらにキッチンの手前にダークなフローリングタイルを敷いて廊下を作ります。で今ここだけあえて1マス開けてるんですけど、ここは木製のウォールパーテーションをはめて壁に窓の前デザインをつけたチッコールステッカーを縦に1列貼ります。はい、すると全体はこんな感じになりました。ちゃんとダイニングスペースとキッチン2部屋あるように見えるのと、ちょっと見えづらくはあるんですけど、全部柱で埋めてしまうのではなくて単調にならないように木製のウォールパーテーションと窓をつけて抜け感があるキッチンにしてみました。では次はこの廊下の上に家具を置いていきます。家具はキッチンに関係する家具を置いていこうかなと思うので、フレンチドア冷蔵庫とキッチンタオルとかその他の小物が入ってそうなプラスチックの衣装ケースを置いて、反対側は調味料とかが入ってそうなヴィンテージなチェストを置いておきます。で今のままだとちょっと真ん中が寂しいなと思うんですけど、さすがに真ん中に何か置いてしまうとキッチンが狭くなるのと後ろのダイニングスペースを隠してしまうので、サービングカートに見立てた医療ワゴンを置いておきます。ちゃんとサービングカートの家具もあるんですけど、パンが今回のお部屋にはちょっといらないなと思ったので医療ワゴンにしました。でこれでなんとなく真ん中のスペースがちょっとだけ物足りなくなくなったかなと思います。ではあとは小物を置いていきます。キッチンが2つあるので、片方のコンロの上はもう水切りラックを置いてしまって、もう片方は鍋を置いておきます。でテーブルの上はレストランの水差しとディスプレイボトルを置いておきます。で手前側の色味が重たいのでチェーフィングディッシュとエスプレッソマシン、レシピが書いてある雑誌を置いてシルバーと白で空間の色味を軽くします。でもうちょっとだけ真ん中の空間を埋めたいなと思うので、天井家具の中でも大きいキャンドルのシャンデリアを火を消してダイニングスペースの上に配置しておきます。はい、これでまた真ん中の空間が寂しくなくなったかなと思うのと、キャンドルのシャンデリアにしたことによってヴィンテージマンション感もより出たかなと思います。であとは左右の壁に母のアートとスマート壁掛けスポットライト、最後に入り口側の壁にホールクロックを飾ったら、これで3部屋目は完成です。かっこいいヴィンテージマンション、窓の前デザインの組み合わせ、キッチンの裏の抜け感がお気に入りです。間取りも新鮮な作りにできて大満足。では最後のお部屋は大家族が暮らす爽やかなキッチン&ダイニングルームです。まずは壁床を決めていきます。メインの壁は青いペイントのウッドの壁、床はグリーンのフラワーフローリングなんですけど、これから使う家具の青色のリメイクがこの床の色味に近いので、名前はグリーンってついてるんですけど、色を合わせたいのでこの床を使います。でアクセントウォールに大きな窓が3つついているオフィスの壁を使います。名前的にはオフィスなんですけど、その名前を知らなかったらただただ青いブラインドがついた可愛い窓に見えるかなと思うので使ってみました。で窓はありで、エントランスはコンクリート、ライトは白いライトで真ん中ら辺にしておきます。では間取りを決めていくんですけど、大家族が住んでいるのでダイニングテーブル、ダイニングチェアとかも大きくなるので、今回はキッチンよりもダイニングルームがメインの間取りにしたいと思います。まず先にキッチンを作っていくんですけど、キッチンは奥の壁にくっつけようかなと思うので、部屋の角に木製の柱で大きな柱を作って、
でこの柱の間にキッチンを作るんですけど、キッチンは受付カウンターを2つ並べてキッチンということにしておきます。なのでちゃんとキッチンに見えるように天井にレンジフードを設置しておきます。はい、これで一旦キッチンは完成しました。次はダイニングスペースを作っていきます。もう残りの空間は全部ダイニングスペースにしちゃおうかなと思うので、工作台だとくっついて大きなテーブルにできるので、真ん中に3つ置いて、周りはチェアではなくだらしないソファーとシンプルなソファーで囲います。最初にも言った通り、このシンプルなソファーとだらしないソファーのリメイクがライトブルーのリメイクになるんですけど、床と同じ色味になっているかなと思います。で、ソファーだけでもいいんですけど、ちょっと変化が欲しいのでノルディックなチェアを1個と、大家族なので赤ちゃん用のベビーチェアも置いておきます。で、全体を見ると今のところ奥の柱以外低い家具ばかりなので、ちょっと変化を出すためにアクセントウォールの窓枠の色と揃えたグレーのシンプルな柱を左右に置いておきます。で、さらになるべく天井までの高さが目立たないようにしたいので、ちょうどこの窓の線が入っているところにカーテンの前デザインを貼って、この線はカーテンレールとして使います。はい、全体を見るとこんな感じです。柱を手前にも置いて、短いカーテンをつけたことで変化が出たかなと思います。では次は小物を置いていきます。まずテーブルの上なんですけど、大家族っぽくお皿でいっぱいにしたいなと思うので、なるべくお皿がたくさんに見える置き方にしていきます。テーブルセッティングのお皿が水色のリメイクを使って3つ三角形に置きます。1つのマスに対してたくさんお皿が置いてあるので、これだけで大家族のテーブルっぽくなってきたかなと思います。で、あとはそれぞれバラバラの小物を置いていきます。まず左端に食器を置いて、真ん中は部屋の色と同じ色のお皿のジェノベーゼパスタ、右角も部屋と同じ色味のお皿のオリビエサラダを置いておきます。はい、これで大家族のテーブルになったかなと思います。では次はキッチンの上を飾っていきます。この部屋はダイニングスペースがメインなので、そこまで頑張ってキッチンに見せようとしなくてもいいかなと思うんですけど、さすがに今のままだとキッチンっぽくなさすぎるので、ちょこっと小物を足していきます。まずパスタが入ったガラスジャーを置いて、その横は水切りラックを置いておきます。で、あとはディスプレイボトルを置いておきます。はい、もうこんだけで十分かなと思います。で、あとはもう少し天井までの距離をなくしたいので、ノルディックなペンダントライトを置くんですけど、思い切って3つ並べちゃおうかと思います。なんとなくですけど、色の組み合わせのせいなのか、家具のチョイスのせいなのか、映画とかの影響なのか、ちょっと不気味に感じる雰囲気が気に入ってます。では次は壁を飾っていきます。2、3、4部屋ともそうなんですけど、この作った部屋だけで住んでいるというよりかは、他にもいくつか部屋があって、そのうちの一つっていうイメージで作っているので、左右の壁に他の部屋につながるドアを貼っておきます。で、手前側なんですけど、家具を置いてもいいんですけど、置かなくてもいいかなと思うので、その代わりに立体感のあるセントラルヒーティングを設置しておきます。で、あとは額入りポスターと入り口の壁にウォールクロック、壁掛け電話を飾ったら、これで最後のお部屋は完成です。配色と爽やかな雰囲気が特徴のファミリーダイニング。思い切って椅子をソファにしたことやオフィスの壁紙がいいアクセントになっているかと思います。無理。
でしたでしょうか。今回はジャンル別ブルーレイアウトを4部屋作ってみました。毎度なんですけど、この企画すると今どんな雰囲気が好きかとか、どの家具にハマってるかとか、自分でも改めて気づきます。また他の色やテーマでも作ってみようかと思います。ぜひどのお部屋がお好みだったか教えていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。